はいよー。はいよー。あれやっぱり、なんだ学会。ババンババン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 バババンババン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 ババンババンバンバ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 ン。はい。今のね、クータがね、謎の行動をしてるんですよ。はい、ありこさんでございます。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様、積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこにカリカリと鰹節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押してスパッチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、三毛猫のたまちゃん言っちゃったな。白黒のくーたくん。映ってないかな。グレーのぐーちゃん。で、画面に収まっておりませんが、白茶のゆりさん、チャトラのまさるくんと、我が家には全部で5匹の可愛い猫ちゃんがおりますよ。ねえ、5匹の可愛い猫ちゃんがいる生活って、どんな感じなのかなっていうのを、ちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに、Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバーをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバーあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。ゆりたん。はい、あるよ、ここに。ね、今みたいに、たまちゃんみたいにな、お顔こっち向けて食べてくれるといいんだけど。ゆりたん、ここでずーっと見てんの。ずっと食べないよな。はい。ピヨンさん、EM 菌って何ね、調べてみてください。私もよくわかんないんで、ね、あるのは知ってたんだけどさ、ずっとよくわかんなかったんで放置してたんだけど、今日はだから EM 菌についての動画をさっきまで見まくっておりましたって感じな。さゆさん、はい。世間は3連休でウキウキ気分ですが、どうやら私の住んでいる世界とは違う世界のようです。はい。私の住んでる世界とも違うようですよ。多分ここに集まってくれる人たちとは違う世界なんじゃないのかな。マグロのように泳ぎ続ける安息の時がない、ヨステリトのさゆりでございます。そうだな。さゆさん、藤子さん、ぴょんさん、グッドモーニングでございます。ありがとうございます。ぴょんさん、さゆりさん、グッモーニング。さゆりさん、完食ですか？一粒ありましたね。二粒ありました。一個ずつ。一個ずつ下に起こってましたな。そして、順調にいつも通りゆりたんは空のお皿を舐めるというね、パターンでございますよ。だからさ、クータとさ、マッチャがなんか企んでるっていうか、玄関でなんかやってんだよ。それでちょっと遅刻しましたみたいなね。
感じです。で、一日一個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言います。で、なんでジャスティースって言うかっていうと、後ろにいるうさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい、では行きますよ。せーの。ジャスティース、たけしジャスティース。今日も塩の入っていない氷入りの冷たい水です。何かな。蒸し暑いな。ここは扇風機の風が当たってるのでね、いいんですけど、だからうちの中で今逆に一番涼しいかもしれない場所がここかな。扇風機の風が当たるのでっていう感じ。直接当たんないようにしてるんで、微妙にかすかに当たるみたいな感じなんだけどさ、部屋の他のところにいると今日はなんかもう蒸し暑くてっていう感じな。ぴょんさん、ジャスティース。さゆりさん、ぴょんさん、今夜も美味しいお酒飲まれてますか？そうだね。私も飲めるようになったら楽しいでしょうね。どうなんだろうね。楽しいのかな？ぴょんさん、さゆりさん、黒霧島20度のロック飲んどります。なんだか強そうな感じがするな。わかんないんだけどな。さゆりさん、ジャスティース。コールドにしようか迷いましたが、やっぱりホットおしるこドリンクでジャスティース。ありがとうございます。そういえば今日はね、朝はコーヒーのお供に、冷やし汁粉と言っていいのかなわかんないんだけど、昨日ね、夜、小豆をさ、煮たわけよね。炊いたいいのかな、小豆を煮たでな。で、昨日はお腹空いてたんで、塩をかけて、あとはめんつゆが開けちゃったから、めんつゆかけてみたりとかして、甘くしないで食べたんだよね。で、今日は残りの小豆にね、砂糖を入れて、で、鍋に入れてね、冷蔵庫に入れて保存しといたんでさ、鍋から出した冷たい状態のやつな。これ砂糖溶けるかわかんないけど、まあいいかと思ってそれに砂糖入れて、で、コーヒーのお供にね、冷やし汁粉を食べましたよっていうね、感じだな、今日はな。ゆりたんが今一生懸命うんちをしております。部屋を徘徊しながらうんちをね、ボトボト落としておりますよ。全部出たかな？はい。そう。で、その EM 菌もね、なんか、なんだ、消臭に使えるらしいんだよ。ってことは、これ、うちに必要なやつだなって思って、なんか急に興味が湧き始めてさ、なんかよくわかんなかったからスルーしてたんだけど、そっか、消臭に効くんだったら、これはいるぞと思って。ちょっと今日は EM 菌について調べまくってた一日だったんだよね。さゆりさん、ぴょんさん、お酒強いですね。ね、強そうだよね。てんたまさん、藤子さん、皆様、こんばんは。ボーソは本日もお付き合いよろしくお願いいたします。ぴょんさん、酒に強い男は、情けに弱い場合、なんか、うまいこと言ってそう。うまいこと言ってそうだな。さゆりさん、甘酒って温かい印象ありますが、もともと冷たい飲み物らしいですね。あ、確かにそうだよね。そうかもしれん。俳句の季語は夏みたい。ああ、そうなんだ。季語なんだね。なるほど。ね、今ね、冷やし、甘酒だけとかも売ってるよね。なんか甘酒流行ってるみたいで、どこもかしこもさ。
なんか甘酒は売ってんだけどさ、甘酒売ってんならお汁粉も売ってくれよって思うんだけどな。なんか甘酒はどこもかしこも一年中売ってるよな。さゆさん、てったまさん、こんばんはでございます。そうで、このライブ始まる前さ、なんかクータがうんこしてたんだよね。で、クータうんこしてんのをゆりたんが見てたのかな。ゆりたんだったかたまちゃんだったからさ、なんかさ、すげえ真剣に見てたんだよ。見てんなーなって思ったんだけど。で、クータうんこした後、なんかすっきりしたみたいでさ、めっちゃなんか、キャットタワーでさ、ビートを刻んでたわけよ。なんか知らんけど、めっちゃビート刻んでんな、なんて思ってさ、可愛らしいなと思ったんだよね。で、その後なんか玄関に行ったみたいでさ、このライブのさ、用意でカリカリ用意したりとか、あとね、水用意とかしてる時にさ、なんか玄関からなんかザリザリ音がするわけよ。で、と思って、こんな時間に玄関でね、何と思って。何事と思って、なんかまるでクータがなんか舐めてるような音するなぁなんて思ってさ、玄関の方見てみたらさ、案の定クータがさ、なんか舐めてるわけよ。何何が起きたなんて思ってね。で、見たらさ、なんか私のサンダルをさ、めっちゃ舐めてるわけ、クータが。何なのと思って。で、そのザリザリの音に今度はさ、みんな集まりだして、玄関に集結してるわけよ。で、もう、すげえ動画撮りたいんだけど、もうライブの時間なんですけど、何始めたの急にと思って。で、大体その私のサンダルに何が起きてるの怖いよ、気持ち悪いよ。何なのってのがもう気になってしょうがないからさ。それはさ、ちょっと原因突き止めたいよな、なんて思って見てたわけよね。で、クータがある程度満足したのかわかんないんだけどさ、一旦離れたわけよね。そしたら今度さ、マチャがまたさ、スリスリしてるわけ。何何が起きたのと思って。でもしょうがない。もうライブの時間だからな、なんて思ってさ。でね、こっちに来たらさ、またほら、クーターね、いなかったじゃんか。食いしん坊のクーターはさ、ここにいないでさ、なんか玄関にいそうな雰囲気だったからさ。うん、でね、まー、ちゃんもさ、食べたらさっさとなんか玄関の方行っちゃうから。もうあの二人何してんのみたいなね、状態です、今、うちはね。どうだったっけ夏。てんたまさん、ぴょんさんは情け深い男ったいさゆさん、ぴょんさん、かっこいいです。てんたまさん、けんもちさん、こんばんは。ぴょんさん、上、みんな優しかね。情に弱いから。情に弱いんじゃなかったっけ泣き上戸だな。天太さん、G が出そうな駅で電車待ちです。そうなんだね。確かにこのジメット感いかにも出そうな感じだよね。今日なんかほんとね。さゆさん、おととい誕生日だったのですが、そうなの母が買ってくれたケーキが残っているのですが、食べようか迷ってます。過去普段消費期限切れ、電子レンジで温めても、ダメですね。多分消費期限切れ、電子レンジで温めたらね、どうなっちゃうの生のケーキ。だから、クリームが溶けて、スポンジに染み込んで、染みケーキになるのかないい感じなんじゃないいちごも乗ってんのかで、いちごがジャムになって、だからあれか、いちごジャムを、染み込ませたスポンジケーキみたいな感じになるんじゃないいいんじゃないの適当いいんじゃないのね、いい気がするよ。
消費期限でも別に物理的に腐ってなければ大丈夫っていう意味でしょ。で、店的にはほら、そのね、腐ったものを食べてさ、なんだ、責任取らされるのが嫌だから、まあね、その消費期限以降に食べたものに関しては、責任取れませんよって意味でつけてる、ね、賞味期限、消費期限だろうからさ。まあ自分で見て判断して大丈夫と思えば、大丈夫と思えば大丈夫なはずだよね。ピヨンさん、ケーキは焼き菓子だからそうで、さゆりさん、ケーキ爆発しますか？そこか。そういう意味のダメかどうかの、確認だったのか。どうだろうね。まあ、卵じゃないから、なんだ、空気の逃げ道がないものではないからね。まあ、爆発しないはずだけど、まあ、電子レンジって結構いろいろなものが爆発するイメージあるからな。爆発するかもしんないよな。それさ、アイスクリームは、消費期限がないのですよね。そうそう。冷凍のものだ。冷凍のものは、賞味期限ないんだよね。ただまあ、そうは言っても味落ちるよね。冷凍焼けするっていうの。なので、だからまあ、いつまでもは持たないっていうかな、食べても、腐ってるわけではないから、体は壊さないっていう意味で、賞味期限はないけれども、ただね、もう何十年とか置いといたらさすがにさ、冷凍焼けして冷凍庫の味がする感じがするからな。まあそこまではちょっと置きたくないけど、みたいな感じするよな。さゆさん、コントみたいに爆発したら面白いですね。そうだね、動画撮っといて。動画撮っといて、爆発しなかったら、面白くないかったっていうので、ボツにして、で、爆発したら多分バズるから。動画撮影してから、やってみたらいいんじゃないかな。テータワさん、ケンモチさん、お誕生日おめでとうございました。ね、おめでとうございました。誕生日近かったね。夏までだったんだね。そっか。も一緒だったんだっけってことは、あれかな。七石金星かな。勝手に風水まで一緒にしようとしてるけどな。ピヨンさん、カップラーメンって意外と、消費期限短いよね。そうそう、油使ってるからね。油使ってるものは賞味期限短いんだよね。酸化するからね、油がね。で、あと、そう、だからナッツも油があるんでね、酸化するんで、だから小分けのやつで、ね、大袋のはやめた方がいいっていう、まあね、食べちゃうならいいけど、大袋であろうとな、その場でもうすぐ全部食べてしまうならまあいいんだろうけどさ、ナッツはそうもいかないじゃんか。だからね、コスパがいいからって大袋で買うと、それはね、ナッツの油が酸化するからあんまり体に良くないから、小袋の方がいいよって話だったよな。さゆりさん、てんたまさん、ありがとうございます。来週は母の誕生日なので、そうなんだね。お返ししないとダメなのです。倍返しを。いい娘持ったな、お母さんな。てんたまさん、けんもちさんには藤子さんから、ぐーちゃんグッズをプレゼント。そうだね。ぐーちゃんグッズをプレゼントするかね。ぐーちゃん。ぐーちゃんも可愛いんだよな。ぐーちゃんも可愛いしな。ゆりたんも可愛いしな。あとどこ行ったあとうちの猫どこ行ったくーたそこに。たまちゃんいるな。まちゃか。まちゃ玄関に行きっぱなしかな。そうで、今日は、話のネタとしては、ちょっと朝っぱらからショッキングなことがありまして。今日は朝っぱらからショッキングなことがありましてな。歯磨きながらさ、YouTube 見るんだけど、だから朝パソコン立ち上げてな、YouTube 見ようと思ってさ、立ち上げたらさ、今うちで使っていつもさ、このね、ジャスティスの時にさ、塩入りとかって言って、ね、最近使ってた塩。
が天日海塩っていう塩なんだけどさ、それがね、まあ本当はできれば国産の塩がいいよななんて思って、で、今までね、国産の塩を使ってたんだけれども、そのね、天日塩がいいよ、天日干しの塩の方がいいよっていう話で、日本で天日干しの塩ってないんだよね。まあ、行った先でもし天日干しの塩があったら買おうなって思って、今まで見たことがないんですが、今までまだ日本でね、天日干しのね、天日海塩は見たことないんで、じゃあしょうがないっていうのでさ、まあ、国産じゃないけれどもと思いながら、まあ、カンボジアの塩だったかな、原産国がね。で、なんかどうやらそのカンボジアは塩を作ってるところっぽいから、じゃあまあいいかと思ってね、その天日海塩っていう塩を使ってたんだけど、なんと、それが食品偽装で、マジかーと思って、なんか緊急で動画回してるっぽい感じの動画だったんだよね。で、サムネにその私が使ってる塩のパッケージが書かれてたんで、おー、なんだと思って、これ私が今ね、いつも使ってるやつじゃんと思ってさ、で、見たわけよ。そしたらね、それが、まあ、食品偽装で、粗悪な塩っていう結果だったらしいんだよね。マジで騙されたと思ってさ。でね、検査機関に2万円かけて自腹切って、検査に出してみたら粗悪な塩っていう検査結果で、生鮮塩、99%生鮮塩っていう結果だったらしいんだよね。もう全然ダメじゃん、これね、大量に取っておりましたが、私。これのせいだったのかなと思って、なんかちょっと不調を感じてたわけよね。だから、あれもしかしてこの塩のせいかなと思って。だからそうは言っても、そんなにはさ、ね、塩取ろうと思ってもさ、そんな大量には取れるもんじゃないから、だからね、そんなに体に影響が出るほどな、なんか、取ってるとは思わなかったけど、ただ、なんでかなって思う不調が、なんかちらほらあったわけよね。だから鼻炎でさ、最近鼻炎がひどくって、なんでこんな甘いみたいな鼻炎になっちゃったのかななんて思ってて、で、まあ食べてるもの、まあね、砂糖はまだ抜いてないので、砂糖立ちはしてないのでね。で、まあ小麦はね、時々ほらパン食べたり、ね、そうめん食べてみたりとかするから、まあ時々食べるけど、ただまあね、毎日のように、まだ抜けてないのが砂糖かなみたいな。砂糖は何かしらに入ってるから、それ取っちゃっていいかね。だからまあ砂糖のせいかなと思ったけど、ただ今までもさ、生活変わってないのに、なんで急にね、鼻炎が戻ってきちゃったのかなっていうのがずっと謎だったんだよね。で、まあ、たまたまなのかなと思ってたわけよ。そうやってさ、小麦取ってみたりとかするから。そういう時に出んのかななんて思ったんだけど、ずっとなんだよね。毎日なんだよね。だからそういう食事してない時でも鼻炎だからおかしいななんて思ってたんだけど、もしかしてこれの塩のせいかなってちょっと思って、と思って、だからもう今日はこの塩ね、もう使うのやめようって思って、その動画見る前にさ、朝塩入れてね、塩水飲むんだけどさ、それ飲んだ後に歯磨いてね、で、その動画見たらさ、その塩がな、あの、食品偽装でしたっていう話で、製造元に問い合わせても無視され続けてるっていう話だから、あ、これはほんまもんだなっていう食品偽装でさ、もうっていう感じでね、また塩探しが始まんのかと思って。で、早速もうね、じゃあこの塩は今日は使わないからと思ってさ、でね、前に使ってたさ、海のせいっていう塩があんだよね。で、それが赤いやつだったんで、で、スーパーでね、売ってたから買ってたんだけど、今スーパーなくなっちゃったからと思ってさ、で、ネットで購入したんだけどさ、粗悪品っていう話でさ、で、その海のせいで青いやつがあったよなと思って、で、あの青いやつって何だったんだろうなと思って探してみたら、
それが、なんと、国産の天日開園だったわけよ。で、なんだ、あったんじゃんと思って。あったじゃんと思って、早速 Amazon でね、ポチりまして、今日は朝っぱらからね、海の精の青いやつ。ただね、値段がね、倍ぐらいになったら跳ね上がったらしいんだよね。前はそれね、800円ぐらいで売ってたらしいんだけど、そのレビューでね、みんながこぞって値段が倍になりましたねっていうのでさ、ちょっと買うのを躊躇しておりますっていうコメントがいっぱいだったんで、そうなのかと思って。倍になっちゃったのかと思ってな。でも国産で天日開園だったらね、なんかこれを買うのが一番いいよなと思って、だからしょうがないと思ってね、値段、健康には変えられないと思って今日はね、その、塩を朝からポチりましたっていうね、お話でございます。さゆりさん、違った。てんたまさん、倍返しは最高の親孝行な。いい娘持ったよな。いい娘持ったよな。私、倍返ししようと思ったらもう何千万返さなきゃいけないんだろう。何千万返さなきゃいけないんだろうなって気がしてきたな。さゆりさん、たけしのぬいぐるみ送っていただいたそうで、そうなんですよ。ありがとうございます。そう、なんか来週だっていうから、まだ届いてないと思うから、それについて言わなかったんだよね、今ね。まだ届いていないので楽しみにしています。ありがとうございます。喜んでもらえるかわかんないけど。喜んでもらえるかわかんないけどね。最初はなんかね、いいかなと思ってね、作り始めたんだけど、出来上がりがなんかちょっとね、微妙で、なんかなと思ったんだけど、送りつけたので、喜んでもらえるといいんだけどなっていう感じね。楽しみにしていてください。てんたまさん、緊急で動画を回しております。来た、そうそうそう。なんか、いつか緊急で動画を回しております動画を撮りたいなと思いつつさ、まだネタが思いつかないのでな、緊急で動画を回しております動画ね、作れてないんだけど、いいなと思ってさ、緊急で動画来たと思って、なんだと思ったらね、残念なお知らせだったんだよね。さゆりさん、カップラーメンといえば、初めて食べたのが、高校の部活の時で、とても恥ずかしい思い出があります。どうしたなんだ、好きな先輩と、なんか、失敗談でもあったか。私もカップラーメン初めて食べたのは、小学校の6年生ぐらいだったかな。なんかね、ケンちゃんラーメンだったんじゃないかなと思うんだよね。なんだか知らないけど、クリスマスのね、プレゼント、要は、サンタさんが来た感じで、朝起きたら、25日の朝起きたら、枕元にプレゼントが置いてあるパターンで、ケンちゃんラーメンだったんだよね。なんでだと思ったんだけど、そんなものお願いしてないのに、なんでだと思って。小学校6年生になると、もうね、サンタさんがいないっていうことは分かってるんで、ただ弟はまださ、ほら、サンタさんがいるってね、信じてもいいような年齢だったはずなんだけど、多分うちの教育でサンタさんはいないよっていう教育をね、してたんだと思うんだよね。なので、うちにはサンタクロースは来ないから、お母さんからのプレゼントだよ的な感じで、なんかね、ケンちゃんラーメンが2つ。弟と私とそれぞれな、ケンちゃんラーメンが2つ枕元に置いてあったなっていうのが、なんか初めて食べたカップラーメンだった気がするんだよね。ピヨンさん、粗悪な塩って怖い言葉に聞こえる。まあね、食卓園のことですよ。つまりは食卓園を一生懸命ね、頑張って取ってた感じな。だからこれからは取らないでくださいって話だったな。
まあね、捨てなくても、パスタ茹でるのとかには使えますからっていうね、フォローが入ってたんだけど、パスタ茹でねえしと思ってさ、パスタ茹でねえしと思ってな、この塩なんだよ、何に使ったらいいんだよ、あと家庭菜園にも使えないしよ、と思って、まあ足湯するときにね、まあ入れるしかないかな、みたいなね、感じだな。えーっどこだったっけな。てんたまさん、カップラーメン、高校まで食べたことないのに驚き。あ、そうだよね。私ですら小学校6年生の時かなって感じだから、それよりもずっとずっと後だもんね。さゆりさん、乾燥麺に火薬を入れて、お湯を入れて、3分待っていただきます。でも、全然美味しくないのです。味が薄いし、火薬は沈んで食べにくい。まあ、そんなもんじゃないのかね。あ、お湯入れすぎちゃったとかそういうことなのかな。てんたまさん、塩が原因で鼻炎をわかんないけどね。わかんないけど、なんか思い当たる節がないんでさ、じゃあそれかなみたいな感じね。てんたまさん、でも、塩難民回避、そう、見っけたんで、おかげでね。おかげでいいの見つけたんで、まあ値段高いかもしれないけど、今後それ買っとけば間違いないってことがね、まあ分かったんでね、分かったよって感じだね。さゆりさん、そしたら周りの友人に笑われました。なんと、それはラーメンでなく焼きそばだったのです。ああ、私やったやつだな。私やったやつだ。もしかして焼きそばかなって今読みながら思ったんだけど、そうだったんだね。3分経ったらお湯は捨てないとダメだったらしいので、そうそうそう、私もさ、初めてそのカップ焼きそば作った時ね、お湯入れて、で、そう、だからカップラーメンの要領でね、麺の上に具を入れて、で、ソースかけて、で、お湯入れて、で、3分したんだよね。そしたら焼きそばになるのかと思ったらさ、ならないんだよね。ならないからさ、お湯捨てちゃうかお湯捨てるにもさ、火薬上に乗っかってっからさ、詰まっちゃってね、捨てられないし、で、捨てちゃうとさ、味付け全部流れちゃうからね。あ、これ間違えたなってそこでね、気づくっていうパターンだったね。フィアンさん、マルタイのカップおしるこ。おしるこあるんだ。あんまり好きくない。あ、ね、カップしるこ、美味しい、美味しくない、あるよね。てんたまさん、けんもちさん、それはペヤングな、ネタができましたね。そうだ。うまいな。山田くん、てんたまさんに座布団1枚ね。てんたまさん、ぴよんさん、マルタイは棒ラーメンでしょうね。棒ラーメンしか知らなかったね。カップシルクあるんだ。それは知らなかったな。ぴょんさん、てんたまさん、そそ S。ぴょんさん、あれ冷やし中華うまい。そうね。マルタイの棒ラーメンうまいよね。びっくりしたんで。だから、あれ、2本入りで1袋100円かなんかだったよね。で、昔ね、節約でさ、カップラーメンとか、袋麺とか、安い時にね、いつも買ってて、で毎食インスタントラーメンを食べてる時にさ、そのね、棒ラーメンも発見したわけよね。で、まあ、それも1食50円ってことだから、まあね、安いかと思ってさ、買ってね。で、食べてみたらさ、すごい美味しくって、何これと思って。なんか見た目がさ、ラーメンっていう割にはさ、そうめんみたいにさ、まっすぐな麺だから、なんか美味しそうな感じがしなかったんだけどさ、まあ値段でね、ちょっと買ってみるかなって思って買ってみて食べたらさ、まあうまかったんでね、それからなんか、あ、これ美味しいんだよねっていう、なんだ、イメージがあったな。せいさん、カップラーメンがサンタさんのプレゼント、そう。
なんでだろうと思って。そんなものお願いしたこと今まで一度だってないのに、なんでだろうと思ったんだけど、ただほら、カップラーメン食べたことなかったしさ、だからね、嬉しかったんだよね。カップラーメンだと思って。ね、初めてなんでね、すごい嬉しかったんだよね。でね、ハンバーガーも別に私ね、食べたいなんて言ったことなかったのにさ、初めてハンバーガー屋さんにさ、連れてってくれたんだよね、母親がね。やっぱり小学校6年生だか、そんくらいの時期だったと思うんだよ。で、まあ、食べ盛りの時だから、ね、足りないだろうっていうので、ね、全然、足りないなんて言ってもないのにさ、なんかもう一個買ってきなっつってお金渡されて、ただ自分でハンバーガー屋さんでさ、買い物したことがないから、なんかお金渡されてもなんかちょっと緊張みたいな、そんなことがあったな。まあ、弟と2人分、もう一個買ってきなっつってお金渡されてさ、なんかそんな体験も初めてだったんで、みたいな。みたいなね。初めて体験の思い出がありますね。えーっと、天玉さん、福岡なら、三宝豚骨ラーメンですか？へえ、それは知らないな。天玉さん、棒ラーメンで冷やし中華は上級ですね。そう。ね、冷やし中華があるんだよね。へーって思って、どうなんだろうと思って食べたんだけど、なんか不思議だけど美味しいんだよ。なんかね、美味しいんだよね、あれね。さゆりさん。天玉さん、うまいですね。座布団3枚です。お、やった。売買返しだ。売買返しだね。よかったね。おめでとうございます。天玉さん、カップラーメンがサンタさんのプレゼントだったら、元旦まで泣ける。そう、今カップラーメンだったら元旦まで泣けるよね。子供だったからさ、ね、すごい嬉しかったんだけど、食べたことなかったからね。今カップラーメンだったら、まあ元旦まで泣けるよ。なんでなんでそのチョイスだったんだろうなっていうのがすごいね、今でも不思議なんだよね。天玉さん、座布団計4枚、あ、そうだね。ゲットです。おめでとうございます。ハワイ旅行まであと6枚だな。さゆりさん、カップラーメンはそれ以来トラウマで食べてません。ああ、そうなんだね。でもいいんじゃない？カップラーメンね、食べないに越したことはないもんね。いい出来事だったんじゃないかな、それな。さゆりさん、年越しカップラーメン。ああ、今年の、カウントダウンのネタがカウントダウンのネタ、今年の年越しはカップラーメンかな。天太さん、結局カップラーメン食べたことないのですか？確かに。すごいよね。なかなかいないよね。カップラーメン食べたことのない人種というか日本人。ね、今の時代でね、貴重だよね。ぴょんさん、今やサンタクロースも即席みたいなもんじゃないの？えっと、よくわかんない。でもサンタクロースってまあそういうもん。まあ本物のサンタクロースがいるからね。本物のサンタクロース以外は即席っていうことだよね。だから日本に現れるサンタクロースはまあほぼ全員、即席ってことだよな。さゆりさん、てんたまさん、その通りです。袋のラーメンは煮て食べたことはありますよ。あ、でもそんなにないんだね。さゆりさん、有名店が協賛したカップラーメン、興味があるので、勇気出して食べてみようかな。あ、最近結構ね、出してるよね。なんか有名店が出したってやつね。ただやっぱりカップラーメンはカップラーメンで、なんか別にそのお店再現してるかって言ったら、そうではない気がするよね。
まあ、所詮、パッケージだけだなっていう感じ。だから、まあ、有名店のラーメンが気になるんだったら、やっぱりそこに行くのが一番いいと思うね。カップラーメンはカップラーメンだな、別だなって思った気がするな。てんたまさん、お父さんが3分でサンタに。そうだね。そんな早着替えできるお父さんだったら、逆にちょっと尊敬するかなっていう感じかな。てんたまさん、フォローありがとうさん。あ、なんか私があれか、ボケについていけてなかった感じ。大変失礼いたしました。さゆりさん、コンビニバイトしてるとわかるのですが、1日に2、30個くらいは売れますね。あ、そっか、そうだよね。コンビニバイトしてるとそれはわかるよね。あ、そうなんだ。結構やっぱり、ほら、コンビニのね、なんだ、カップ麺だとちょっと割高だから、ね、どうなのかなって思ったんだけど、まあでもカップ麺を買う人が利用するお店って言ったらコンビニだから、まあ値段関係なくコンビニの方のがカップ麺っていうのは売れるもんなのかね。てんたまさん、実は島の光のカップ麺バージョンあります。あ、そうなんだ、すげえ。お湯入れて戻すそうめんは知らないね。すげえ、そうなんだ。じゃあ、それはお湯注ぐだけで、味もついてるよ。で、具も入ってたりするのかな。すごいね。さゆりさん、ぴょんさんは、博多ラーメン本場ですから、カップラーメンは食べないのですか？どうなんだろうね。博多ラーメンのカップ麺って結構あったんだっけ？なんかやたらめったら、なんか豚骨ブームだからさ、なんでもかんでもなんか豚骨ラーメンになっちゃってるイメージがあったけどな。さゆりさん、藤子さんもあまりカップラーメン食べるイメージがありません。あ、最近はね、あんまり食べないかな。やっぱりね、その20歳ぐらいの時、一人暮らししてるあたりはさ、食費を削ろうとして、毎日、毎朝、カップ麺とか、あと袋麺かな。を、食べてた時があったんでさ、まあ、毎日食べてたのはやばいなっていうのがあるんで、今はちょっとね、やめとこうみたいのがあって、で、ほら、備蓄でね、多少ね、なんか急にさ、カップうどんが食べたくなった時があったんで、それで、まあ、ちょっと買ったけど、でもそれもね、食べちゃって、で、その後補充はあえてしてないんでね、今うちにないから、やっぱりね、うちになければ食べないよね。で、うちにあると、食べちゃうんで、だから備蓄しとくのはちょっとやめとこうかな、みたいなね。で、まあ、もしそういうね、ことになった場合、まあ、スーパーで買えるようだったら、その時に買えばいいんじゃんぐらいな感じでね、常備はしてないかな。てんたまさん、セブン限定の味噌菌とか300円でも行列できて即売ですもんね。へえ、行列できるんだ、コンビニで。それはすごいね。ぴょんさん、さゆりさん、めっちゃ食いますよ。カップヌードル、カップスター、どん兵衛、UFO。すげえ。私、そういえば UFO って食べたことないな。カップヌードルは、多分食べたことはあると思うな。カップスターもまあ多分食べたことあるね。どん兵衛。どん兵衛はあれか、うどんのやつか。じゃあそれも食べたことあるかな。UFO はないかもしれない。さゆりさん、カップそうめんすごいですね。カップそうめんは知らなかったよね。初めてね、知ったね。さゆりさん、ピヨンさん、すごいですね。もう全部制覇してるな。あと、なんか、ラオウとかあったね、そういえばね。ラオウも食べたことないな。てんたまさん、島の光のカップは自分も食べたことありません。へえ、そうなんだね。
でも昔からあるっていうことなのかな。ね、てんたまさん。ヒカキンプロデュース味噌菌、そう、なんかね、それは聞いたことあるんだよね。なんか味噌菌っていうカップラーメンを、なんかヒカキンがプロデュースしたっぽいっていうのだけは、なんとなく知ってるんだけどね。そんな行列ができるのか。すごいな。大工さん、藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もしぶとーくやっておりますよ。さゆりさん、中国から留学してきている学生さん。日本人が餃子、ライス食べるのが理解できないと言ってました。まあ、それは私もそうだな。まあ、でも餃子だったら食べるか。ラーメンライスが理解できないんだよね。餃子ライス食べるのが理解できないと言ってました。あちらではどちらも主食らしいです。ご飯とパンを一緒に食べる感じですね。あね、そうそうそう。で、なんかね、いつだったかショート動画で見たかな。やっぱり日本に染まる前みたいので、で、やっぱり餃子だったかな。餃子になんかライスがついてくるのが理解できないっていう感じだったんだけど、まあ、日本に染まった後っていうのでね、まあ普通に自分で餃子家で焼くのかな。で、炊飯器からご飯をお茶碗に乗って、で、いただきますって言って、おかずにして食べてたね。なんかそんなショート動画を見たことがある気がするんでさ、やっぱりそうだよねと思った。私もなんかちょっと餃子にライスは、って思ったことがある気がすると思って。ただ今は普通に餃子ライスは食べそうな気がするけどね。だからラーメンライスはね、未だにちょっとね、謎。ラーメンにライスが合う気がしないんだよね。まあ、いろんな具が乗ってて、で、それをまあ、ご飯で食べたいっていうんだったら、まあ、わかるんだけどね。多分違うじゃん。あれがわかんないんだよね。さゆさん、大樹さん、こんばんはでございます。けんたまさん、大樹さん、こんばんは。ぴょんさん、大阪はお好み焼きがおかずにご飯食べるってね、そうそうそう。だからね、お好み焼き定食があるらしいっていうのでさ。で、去年だったっけか、お好み焼き定食が食べれるお店があったからさ、行ってきたけど、やっぱりお好み焼きにご飯はいらないかな。てか、お好み焼きだけでお腹いっぱいになっちゃうんでね。だから、お好み焼きにご飯はやっぱりいらんかと思って。だから、漬物がついて味噌汁もつくんでね。で、前菜もあったかな。だからまあ、それらはご飯に合うんでね。まあ、それにご飯は別にいいんだけど、ただ、お好み焼きをおかずにはご飯は進まなかった。進まなかったような。お好み焼きはお好み焼き単体で食べれば、満足ですっていう食べ物だったな。てんたまさん、その動画、自分も見ました。そうそうそう。餃子ライス、日本に染まる前と染まる後ってやつな。なんかやっぱり染まると食べるんだな。あれかね、ご飯の味が違うのかな。ね、で、日本の米だったら、餃子いけんじゃんみたいなことになるのかな。どうなんだろうね。さゆりさん、お好み焼きいいですね。もんじゃ食べたくなりました。ね、なんかもんじゃだったら逆に、ご飯にかけて、もんじゃご飯にかけて、あれか、もんじゃヘラにくっつけてね、焼いておこげを食べるみたいな感じだったっけね。そうすると、なかなかもんじゃでご飯は難しいね。食べにくい感じかな。てんたまさん、焼きそば定食も焼きそばパン以上に太りそう。焼きそば定食っていうのもあるのか。焼きそば定食があるのか。焼きそば定食は知らなかったな。ねえ、ただ、焼きそばパンの方のが
太るかな。だって小麦だろ。小麦の方のがご飯よりも太るよなって私は思ってんだけどな。天玉さん、関東はもんじゃ焼きですね。そう、関東でいいんだったっけ？なんか東京の名物だったんだか、関東の名物だったんだっけ、どっちだったっけと思ったんだけど、関東だったっけね。そうなんだよね。文字をなんか書いてたらしいんで、液体でさ。で、なんか食べてたらしいんだよね。子供たちのおやつで、で、まあ、時間ないんで、うちにあるものでね、まあね、適当に焼いて食えっていう食べ物が、まあ、もんじゃ焼きだったらしいよな。てたまさん、関西には焼きそば定食普通にあります。マジか。マジか、そっか、焼きそば定食食べないとな、そしたら今度な。さゆさん、もんじゃ、大好きです。東京以外の方はもんじゃ焼き食べる機会があまりないかもですね。そうだね。なんかやっぱり見た目にね、なんかって感じらしいよ。そうよね。さゆさんよくもんじゃでね、オフ会じゃなくて、なんだっけ、なんか打ち上げみたいなことやってるもんな。だから、あ、もんじゃ好きなんだなっていうふうに思ったんだけど、そうで、美味しい、ちゃんとね、ちゃんとしたもんじゃ、ちゃんとしたもんじゃって言っていいかわかんないけど、まあね、東京にあるもんじゃ屋さんだったらまあ間違いないと思うんだけど、ちゃんとしたもんじゃ食べる分にはさ、まあ美味しいよね。まあ、美味しいと思うんだけどさ、やっぱりなんちゃってっていうのかな、地方、東京じゃないところで、なんかお好み焼き屋さんかなんかのメニューにね、やっぱりもんじゃ焼きってあるんだけど、そういうのを食べるとね、全然美味しくないんだよね。なんだこれみたいな感じ。なんか違うんだよね。全然違うんだよね。だってさ、もんじゃ焼きだって別にな、ほんとさ、ね、お好み焼きの延長線上みたいなもんじゃんか。なのになんでこんなに違うんだろうっていうぐらいにね、全然違うんだよね。だから多分捉え方が違うっていうの、やっぱりそのお好み焼き屋さんももんじゃ焼きなんてほら、お好み焼きの延長線上じゃんみたいな感じのものをメニューで出してると思うんだよ。ただ、もんじゃ焼きちゃんと美味しい、ちゃんとしたもんじゃ焼きを食べたことある人は、あ、これはもんじゃ焼きじゃないっていうのがわかるっていうのかな。なんかね、これがもんじゃ焼きなのかっていうのが分かっちゃうと、それは違う。なんか説明が難しいのよくわかんないけど、違うんだよね。でね、ちゃんとした美味しいもんじゃ焼きっていうのは、ヘラで、なんだ、焼き付けて、で、焦げた生地を食べる感じなんだよ。だからちゃんと焼き色がついててっていうのかな。なんかね、香ばしい感じがあるんだよね。だからシャバシャバのベトベトの生地を生のまま食べるのとはわけが違うんだよ。で、具がいろいろとあるんだよね。明太子だったり、なんだっけ、なんかね、キムチだったりとかあるんで、それの味があるんでね、いろいろ味変があって、いろいろと美味しいんだけど、そのお好み焼きの延長上だとね、生地がいつまで経っても焼けないんで、やっぱりね、なんか生焼け状態みたいな感じのシャバシャバしたようなね、なんかものを食べなきゃいけないので、なんか違うんだよ。なんか違うんだよ。ピノさん、大分県飛騨市の焼きそば、送風蓮、うまいよ。へえ、どう違うんだろう。普通の焼きそばとどう違うんだろうな。さゆりさん、もんじゃ焼き適当に焼いていると、ご主人が怒って、厳しい指導をするお店もあります。あ、そうなんだね。そういうとこで食べれば、でも絶対美味しいのってわかるもんね。てんたまさん、もんじゃ焼き居酒屋さんのなんちゃってを1回しか食べたことないですね。あ、そうそう。で、それで美味しくないって感じたんであれば、
多分それはなんちゃってなんだよね。で、美味しいと感じれば、多分ちゃんとしたもんじゃ焼きなんじゃなかろうかと私は思うんだけどな。まいさん、こんばんは、ボンソワ。てんたまさん、こちらは店主が、客の女子高生の顔に塩を投げつけた伝説のお好み焼き屋さんがあります。えーっと、それは鈴の木とは違うのかな。さゆりさん、月島のもんじゃ通り、もんじゃのお店だらけでワクワクしますね。もんじゃのお店だらけなんだけどさ、私が行った時はなんかたまたまなのかもしれないけど、ほぼ閉まってたんだよね。ほぼ閉まってて、なんかあんまり選択肢がなかったんで、なんかあれっていう感じだったんだよね。てんたまさん、まいさん、こんばんは。さゆりさん、藤子さん、もんじゃ焼き、熱く語りますね。ね。だからさ、なんちゃってを一回しか食べたことない人が、もんじゃ焼きって美味しくないってさ、語られるとさ、別に私、もんじゃ焼きのなんかではないけどさ、なんかではないけど、ただ、それ言われちゃうとちょっとなんか、もんじゃかわいそうだなってさすがに思ってしまうので、思ってしまうのでね、ちゃんともんじゃ焼きが美味しい食べ物ですよっていうのをちょっと言っておきたいみたいな感じだったかな。さゆりさん、まいさん、こんばんはでございます。ぴよさん、もんじゃ焼きって、焼くときに生地で文字を書いて遊んだことから、文字焼きって呼ばれたのが語源らしい。今調べたのね。さっき私が説明したじゃんっていう感じかなっていうわけで。本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。てなわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいともじゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。